ごきげんよう、日本画家の諸星美希です。ここは福島県相馬市駅前通りにある諸星写真館で今日は撮影をさせてもらっています。私の実家です。どうぞ皆さん記念写真なんかあるときはお近くの方、また東北の方に帰省された方、ぜひ諸星写真館の方でお写真よろしくお願いいたします。概要欄の方にまたリンクさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、私が日本画家としてね、どういうふうになって日本画家になっていったかっていうことを一番よく知る人物、母親の諸星典子、はい、83歳になりました。諸星典子、母ですね、からいろいろ話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします、お母さん。ドキドキします。はい。私はどんな子供時代、福島県相馬市でずっと過ごしてたんですけれど、はい、どんな子供でしたか？もうね、やんちゃです。やんちゃ。もう誰の言うことも聞かずに、もう走り回ってすごいです。そうなんです。すごい気かん坊だったんですよ。男の子みたいなね、性格でしたね。もう誰の言うことも聞かないで、野原を駆け回ってね、棒を持ってね、動物だとかね、虫だとかを追いかけてね、野生児だったよね。お風呂場にザリガニをいっぱい入れて、みんなびっくりさせて。あった。お風呂の蓋を開けたらね、100匹ぐらいのザリガニがずっとシャ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 って言ってたよね。ほんとびっくりしたね。もうよくあんなに取ってきたと思って。前のね、川からね、ザリガニ釣ってね、全部ね、バスタブに入れたりね、いっぱいやったね。ありましたね。部屋中トンボを飛ばしたり、言うことは聞かないし。大変だったね、ママね。そう。なんか習い事もいっぱいさせてもらったよね。そうです。習い事はもう本当にやりましたね。なんか思い出ありますか？何？でもね、お茶とかいろいろもうそういう面ではみっちり習ったんですけど、今はどうかな。そうなんですよ。お母さん、子供の時に習字を習って。習字もやりました。もう本当にもう大変な子供だったからね、どんなになるのかと思って。それがね、もう男の子をね、もう喧嘩で勝っちゃうぐらい強かったんですよ。字書くより喧嘩の方が上手で、夕方になると菓子折りを持ってね、母が謝り負けた相手に謝りに行くっていうのが恒例でね、でもう通える塾がなくなったから小6でクビでした。字がね上手にねなれなかったね。もう本当に書道はね、クビになってどうしようと思って。そう。あとはなんか印象的なのはやっぱりね、小学校いつでしたっけ？お茶は小学4年生から。4年からやったんだね。4年生から。私と一緒にやったね。やってましたね。で一緒にね、空稽古も付き合ってくれて、東京の先生にね、
東京第六支部のね先生に丸谷先生っていう先生にお習いしたので、その先生のお稽古があるともう強化してね、茶箱があれば母親がお菓子箱でね茶箱のようなものを作ってくれてね、私がすぐにそういうことがお手前がすぐにできるようにっていうことでね、いろいろね工夫してやってくれてましたね。なんで、この YouTube をねご覧になっている人がご存知かどうかわからないんですけれど、私はその絵をねやる前はお茶の先生をねしてたんです。京都のお家元にある学校でね、いわゆる学園生と言われることだったんで、相馬から出て裏千家学園というね学園に入ってお茶の修行のようなね日々を過ごしていて、で、お茶の先生もやったりなんかしてたんだけれども、どうしても絵描きになる夢が捨てきれなくて、母親がね京都の美大にね行かせてくれたんです。だから今がねあるんですよね。長い道のりでしたね。母は結婚する前にね画廊に勤めていたっていうこともあったり、絵がとっても好きだったっていうこともあって理解がものすごくねありました。私はなんか、父親がね私が22歳の時に大腸がんで亡くなってるので、母がね一人で大学に仕送りしてくれて出してくれたので、本当にね一人では今ねここに立つことはできなかったと思います。ありがとうお母さん。でもね、どんな子供になるか一番楽しみもあったからね。そうだから、そうだいぶ期待もしてました。そうお母さん私が絵描きになってから一番嬉しかったこと何？やっぱり会員証。日程の会員証一緒に行ったもんね、表彰式にね。嬉しかった。嬉しかったです。あれが一番嬉しかったそうです。歌舞伎座もね一緒に行ってくれたんですよ。表紙をね書かせていただいて感謝してるんです。それも母が本当に喜んだ出来事で、そうですね。いっぱいねこれからね、一生懸命ますます一生懸命頑張って、皆さんに負けないそうね負けず嫌いだからもっともっと頑張るね。ありがとうね。その頑張りがどのぐらいできるのかな。そうね、お母さん長生きしてもっともっと見てください。ね、本当に。今83だからね。そうだよね。12月の25日クリスマスが誕生日で83歳になりました。それで今年はこの帽子が私のお誕生日のプレゼントで日本橋の高島屋さんでプレゼント買わせていただきました。ありがとうございます。ちょうどね空水っていう展覧会をさせてもらったのでちょうどいい時にね高島屋さんに行けてねこれを帽子を見つけました。なのでね今日ね母がかぶってくれました。ありがとう。また年女じゃない蛇年だからね頑張ってお母さん。蛇年はお金持ちになるそうだから。いやなるのかな。お金持ちになるんだってみんなが言ってたよ。私は鳥年だからそうでもないみたいだけど、ねどんどん元気でね。もう皆さんに負けないように一生懸命やってもらえれば、私は満足です。母ももう写真は撮らなくなりましたが、諸星写真館の方でね時折お店番してることがあるんですよ。なんでぜひねまたお近くの方ぜひね諸星写真館の方にもねいらしてください。声かけてあげてくださいね。はい、じゃあ今日はねこの辺りでまたお母さん YouTube
実は私の YouTube の大ファンなので、またたくさんね、YouTube ね、見てくださいね。はいはい、じゃあ今日はこの辺りでお母さんありがとうございました。はい、こちらこそもう本当に娘の時代はもう恥ずかしいぐらいいろいろあったね。よし、じゃあお母さん、じゃあ最後にね、皆さんにご挨拶しましょう。それではまた。ありがとうございます。